おお、おーちゃん、ダメ。おーちゃん、ダメだよ。お魚やっちゃダメ。あ、ごめん、痛い。痛い。暴力的だぞ。よっ。ちょっと夏は T シャツだから無理。明日、手術のね、おーちゃん、ちょっとインタビューしてみましょう。おーちゃん、明日手術だよ、おーちゃん。どういう気持ち？明日手術だ。怒ってる。今日どうしたの？いつもそんな悪い子じゃないだろう、お前。よし。すごいね、気が立ってるようですね。これたまたま、今、さっき怒ったからですかね。多分靴下赤いな、今日。おーちゃん、怒ってるの？おーちゃん怒ってるの？怖い。なんか今日のおーちゃん怖いな。怖い。おーちゃん、明日手術だよ。頑張れるか？怖い？初めて2泊3日だね。おーちゃん、なんか2泊3日なんだって。黒たちは1泊だったけどね。おーちゃん、2泊3日だってさ。ちょっとね、今日はね、気が立ったようですね。やっぱ明日から2泊3日で、手術なんでね、ちょっと気が立ってるんですかね。おーちゃん。怒ってるの？俺も心配だよ。おーちゃん、心配だよ。おーちゃん、心配。すごいね。ずいぶんね、優しく噛んでくるようになりましたね。昔と違ってね。今はもう遊んでるだけっていうのがわかりますね。いや、実際どうなんですかね。危険はあんまりないっていうようなね、ことを聞くんですけど、それでもね、やっぱりこう、全身麻酔して、ね、体にメスを入れるっていうのは怖いですよね。結構ね、こっちの方が、飼い主の方がね、不安なのかなっていう気もするんですけど、おーちゃん分かってないですからね。で、今日の夜は、おーちゃん何時までご飯？12時以降はね、もうご飯あげられないんでね。どうした？はぁ言ってますね。おーちゃん、どうした？あれ？どうした？なんかはぁ言ってるじゃん。どうしたの？大丈夫か？いいだ。どうした？痛い。痛いよ。痛いだろ？痛いよ。よし。なんかちょっと暴力的だよな、これ。爪切ってもらうね、明日またね。先生に切ってもらおう、爪を。はい。来ないで怖い。怖い。どうした？どうした？何やって。すごいじゃん、今日すごいイライラしてるじゃん。そっちゃん今、足痛いから。ちょっと足痛いからさ。あれな、普段こんなんじゃないですけどね。やっぱさっきちょっと熱帯魚の時に怒ったからさね。靴下今日赤いわ、俺。ダメだわ。赤い靴下履いてき、いったいったもうやだ。いた。足痛い。痛い。はい、こんにちは。ちょっとですね、今、明日ですね、おーちゃんの、手術が控えていて、で、ちょっと撮影したんですけど、その流れで、ちょっとね、話してしまおうかなと思うんですが、実はですね、病院あれはなんだっけな、接骨院かなみたいなところに行ってきたんですけど、ちょっとね、左膝が痛くなってしまって、で、僕は病院っていうのは基本的には行かないんですよ。もう少年時代からね、病院にはちょっと行けない家庭環境というのもあって、保険証がなかったんですよね、ずっとね、うちは。なんで、基本的には病院には、なんとかね、病院にかからずに、生きていかなくちゃいけないっていうのがもう身に染みてまして、で、なんか、まあそれは悪いことなんかもしれないんですけど、とりあえず今回もね、病院なんか
絶対行かないと思ってたんですけど、もう今回ばかりはね、あまりにも痛くて。で、この膝っていうのはね、実は昔書いていたブログで今見たら書いてあってですね、ちょっとここにまとめられているのは多分当時の記憶なんでね、今僕が思い出して話すよりもしっかりと正しいことがね、書かれていると思うので読まさせていただきますね。4番目のね、左膝というところですね。未だ完治せず、米印2017年3月というところですね。実は半年以上も左膝が痛いことを思い出しました。これは新乳路を作っている時のことです。連日しゃがんだ格好で作業をしていました。立ち上がった時に左膝の内側がつってしまいました。こんな場所がつったのは初めての経験です。膝を伸ばすことですぐに治ったのですが、どうもそれからというもの、かがんで立ち上がるたびに左膝の内側がつるようになってしまいました。足を伸ばしてつっている状態から抜け出そうとすると強烈に痛みます。痛みに耐え膝を伸ばし、つっている状態から抜け出すのですが、その後もしばらく痛いので、足の指がつるとかふくらはぎがつるといった時、つるといったよくあるつるとは少し違うように思います。猫トイレの掃除をするときは必ず鏡必要があるので、調子の良い鏡み方を日々模索しています。つりそうになったとき、良い角度に膝を曲げることでつること自体を回避したり、そもそも膝を曲げずに作業をするように心がけることで徐々に良くなってきていると感じています。普段は忘れているくらいなのでそのうちになると思っていますと書いてありましたね。これがね、2017年3月なんですよ、書いたのが。で、半年前ということは2016年からなんですよね。おっと、トラが来ちゃいました。トラとオーちゃん仲悪いんでね、ちょっと仲裁しましょう。トラ、大丈夫？7年くらい前から、おーちゃん。ちょっと待ってください。ちょっと一旦中断しますね。この時ね、治ると思う、そのうち治ると思いますみたいなことが書いてあったと思うんですが、今現在もずっと同じ症状で来てしまって、で、この、どんな症状かというとですね、ここに書いてあったように、つるような感じというか、もしかしたらね、脱臼とか僕したことないんですけど、何かがずれてしまったような感覚なんですよね。それで、よく朝起きた時なんかは必ずなるんですけど、ここがなんかずれた感じがするので、その時にね、パキってグッと押すとパキってなるんですよ。そうすると、痛みがスッと抜けて、もうすぐにでもね、ダッシュできるぐらい、走れるぐらい、元に戻るんですよ。ただですね、このパキってやらない状態だと、とてもですね、地面につくこともできないぐらい、もう強烈に痛いんですよね。で、ここの最近1ヶ月ぐらい前ぐらいからですかね、このパキってやっても、パキはならないんだ。グッてやってもパキッとならずにですね、あれと思って、戻りが悪くなったんですよね。で、その時に編み出した方法があって、よいしょ。ちょっと今痛いんでね、ちょっとみっともないんですけど、なんで今日赤い靴下を履いてしまったのか、ちょっと自分でもわからないんですが、まっすぐ地面につけて、ここからグッと押すんですよ。そうすると、パキってなるんですよね。足をいろんな角度を変えて、グッグッって。で、もうここね、数日前、接骨院に行く前は、もうこれがなかなか、こうやってもなかなか戻らないんで、もう本当に、親の敵のようにね、もう本当に力いっぱいガッガッって押してたんですよ。それでようやくバキって入ったりとか、入んなかったりとかずっと繰り返していて、しかも、バキっていった時の痛みが半端じゃなかったんですよね。うわーってもう声が出るぐらい痛くて。だけど、入ってしまえば、もうまた全然痛くない、普通に歩けるんですよ。はい、ちょっとね、今、ちょっとアクシデントで止めました。どこまで喋ったんですかね。とにかくもう7年間ですね、そんな感じで、膝がつるというかずれたら、パキッとやってね、なんとかやってきたんですけど、それがですね、もう、どうにも戻らなくなってしまって、で、接骨院に行くと決断する前の日はね、1日戻らない状態で、もう全く歩けなかったんですよね。で、その、歩けない痛さもすごいんですけど、もうとにかくね、パキっていかなくなった時点で僕はもう一生歩けないんじゃないかなってちょっと思ってしまって、それによるですね、精神的なダメージがすごくて、もう外でね、歩いてる人を見るだけで、もうすごい嫉妬しちゃうぐらいね、もう本当絶望しかけてしまったんですよ。ねえ、おんちゃんね。よしよし。痛い痛い痛い。それで、僕、冒頭に話したようにね、病院だけは、絶対行きたくないっていうのが基本的にあって、
とは言ってね、歯医者さんは行ったんですけどね、もう僕今現在ね、もう大人なんで自分で保険証を持っているので、病院にかかることはできるんでね、移住後ね、歯医者さんは行きましたけど、基本的にはその病院にはかかりたくないなっていうのが、癖のようにね、残ってしまっていて。だけど、これは本当にもうどうしようもないなということで、接骨院に行くことを決断するんですけど、いくらかかるかもわかんないし、怖いんですよね。お金が、やっぱりお金の心配があるんで。そんな感じでもうその日はね、普段もうずっと飲まないんですけど、お酒もいっぱい飲んでね。もう本当に深酒しましたね、久しぶりにね。もう絶望しかけちゃって。で、予約をして接骨院に行ったらですね、なんで接骨院かっていうところもあるんですけど、調べたらね、すごい評判良かったんですよね。接骨院、本当だったらね、整形外科とか行くと思うんですけど、こう、レントゲンとか MRI とか手術とか、もう何言われるかわかんないっていう恐怖があってね、ちょっと行ってないんですけど。で、とにかくね、接骨院に行って、なんて言われたかな、ちょっと見ますけど、おそらくですね、棚障害なんじゃないかっていうふうに言われましたね。で、ただここ痛いでしょとか、ここどうですかとか言われたところ全部痛くないんですよ。あれみたいな感じだったんですけど、とにかく、冷やしてくださいって言われて、で、簡単な手術をすればね、これは、ここら辺の、なんつったかな、何かの名残、子供の時の名残って言ったかな、何かがこう残っていて、痛い。それが悪さをしてるみたいな、こう、やっぱり引っかかっちゃうみたいなんですよね。ね、おちゃんね。やっぱりもしかしたら半月板損傷の可能性もあるので、やっぱりね、整形外科に行って MRI を取った方がいいみたいなことをね、やっぱり当たり前なんですけどね、言われたんですが、とりあえず、そう、一つ言うの忘れたんですけど、その深酒をしたって言ったじゃないですか。で、痛い、おちゃん。寝て起きたらですね、絶望していたんですけど、寝て起きたらですね、だいぶ、痛いよ。嘘でしょ。今日どうしたんですかね、おちゃんね。興奮してますね。ちょっと良くなったんですよ。痛いは痛いんですけど、その時の痛みが10だとしたら、朝起きたらですね、3とか4まで落ちていたので、だいぶね、良くなっていたので、またもしかしたら治るのかななんて思って、気持ちもね、また前向きになったんですけど、で、ただ予約したんでね、一応接骨院に行ったんですよ。で、冷やしたり、何かこう、電気当てたりなんかね、してもらったんですけど、で、今現在ですね、これ歯医者さんに行った時にもらった、ボルタレンっていう薬あるじゃないですか。頭痛とかね、歯が痛い時に飲むやつ。それの、ジェネリックのジクロフェナクっていうのをもらってあったんですよ。で、これをね、いっぱい飲んで、これを飲むと結構やっぱ痛みが和らぐんですよね。炎症を抑えるものなんで、ここがね、やっぱり炎症を起こしてるって言うんですよ。おそらく僕がね、力いっぱいやっていたせいで傷つけちゃったんでしょうね。それで炎症を起こしていたかったと思うので、非常にこれが効果的で。で、これいっぱい飲んじゃったんで、もうこれしか残ってないんで、薬局に行ってね、この、フェルビナク 3.0%、フェルビナク 3g か。これが同じようなものらしくて、この塗り薬ですね、これを買ったりしたんですけど、で、あとこれ、サポーターこれをつけてるとね、結構楽で。ちょっと今、つけますけど、こんな感じで、サポートしてあげると、結構楽になるんでね。普通に歩くことはちょっと難しいんですけど、外で水汲みに行ったりとかね、してますね、車。今日どうしたんですかね、これね。こんなことないんですよ。初めてですね、こんなに興奮してるの、おっちゃん。ねえ、どうしたの今日。どうしたおっちゃん。どうしたの痛いって。僕足怪我してからこう、順位が下がったんですかね。そういうバカにされるようになったかもしれないです。とにかくそういった状況で、日に日にね、良くなってきているので、多分もう大丈夫だと思うんですよ。数日もしたらね。なんで、ただ、その間ですね、古物の仕入れも行けなかったりとか、DIY もね、予定していたものができなかったりしているので、その間、動画どうしようかなと思っていて、で、
コメントでね、リクエストいただいて、過去の、例えば、お風呂小屋を作る時の、ものが見たいなんてこともあったので、そういったものをね、ブログの写真とかしかないんですけど、動画っぽくできるようにまとめたりして、やっていけたらいいのかなとか、今、どうなるかわかんないんですけど、今パッとね、ちょっと考えています。そういったことを考えているので、なんか、できる限りね、週に1回月曜日の更新、できるようにね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと、そういったね、報告でした。じゃあまた、次、なんですかね、おうちゃんの、手術とかの動画になるんですかね。ちょっとわかんないんですけど、次の、パートに移ります。どうぞ。おうちゃん、ランチして待ってくれ。